幕末、日本が音を立ててほどけていく時代。昨日までの正しさが明日には通用しない。藩も身分も正義も一枚ずつ剥がれていく。刀の時代が揺らぎ、海の向こうの力が現実になる。正しさがいくつも衝突して誰も次の形を言い切れない。その濁流を止まらずに突き進んだ男がいます。坂本龍馬。土佐の豪士として生まれ脱藩し、刀ではなく国の形を求めて走り続けた男です。彼が見ていたのは藩の勝ち負けではありませんでした。日本そのものの洗い直しでした。この動画では坂本龍馬が残した名言をストーリーと一緒にたどります。若い龍馬は黒船来航の衝撃を江戸で受け、沿岸警備にも動員されました。最初は上位の熱に傾きながらも、世界の広さと国力の差を肌で思い知らされていきます。そして安政2年、父八兵衛の死を江戸で知る。遠く故郷を廃し、胸の内で誓いを立てたとされます。還流とどめず、遥か江戸の地より廃し、龍馬必ずこの恩に報うべしと、天地神明に誓う。報いる。その言葉は身内への功だけでは終わりません。やがて龍馬は藩という殻、身分という殻が人の視野を狭める現実を何度も見せつけられます。文久2年、龍馬は土佐を脱藩します。武士にとっては禁じ手。対面も義理も未来のためには足かせになる。その決意はこう言い切る形で伝わります。恥ということを打ち捨てて、世のことはなるべし。脱藩後、龍馬は江戸で勝海舟に出会い、解明的な国家観に触れます。勝の下で海軍塾に学び、刀の時代から船の時代へ、国内の争いから世界との交渉へ、視界が一気に広がっていく。文久3年、姉乙女に宛てた手紙に龍馬の確信が現れます。日本を今一度選択いたし申し候。選択とは壊すことではありません。汚れを落とし、もう一度白くすること。そのために必要なのは、身分の誇りでも古い正しさでもなく、動ける知恵と仲間でした。龍馬の選択、その手段は驚くべきものでした。当時、誰もが腰に刀を刺していた時代に、龍馬は懐に一冊の本と頭の中に一つの球体を持っていたのです。師である勝海舟から見せられた地球儀。そこで龍馬は、日本がいかに小さな島国であり、世界がいかに広大かを突きつけられます。もはや日本人同士で切り合っている場合ではない。彼は武力ではなく商売と法で戦う術を学び始めます。後のいろは丸事件では、紀州藩の巨大な軍艦に自身の船を沈められながら、刀を抜かずに万国公法という国際ルールを盾にして賠償金を勝ち取りました。感情やメンツで動く武士社会に初めて論理という新しい武器を持ち込んだ瞬間でした。古いルールを壊すには暴力よりも新しいルールを作る方が早い。龍馬の目はすでに革命のその先を見ていたのです。長崎、龍馬は亀山社中を起こし、後に海援隊へつながる仕組みを作ります。貿易、船、武器調達。政治の中心から外れたところで現実を動かす力を整えていく。そして慶応2年、薩長同盟の斡旋へ。互いを疑い、憎み、結べなかった2つの大勢力を結ぶ。その仕事は情ではなく計算と信用で成り立っていました。しかし、龍馬の目に映る世の中はしばしばあまりに狭い。慶応3年、姉への手紙に苦い比喩が残ります。人は殻に守られている。けれど、その殻が世界を遮る。藩、身分、派閥、正義。殻の中で互いに押し合いへし合いしながら、外の波音を聞こうとしない。龍馬はその殻を破るのではなく、殻の外へと意識を向けさせようとしたのかもしれません。その生き方は周囲の評判を選ばない。何を言われても進む。龍馬の自筆和歌永宗2にこうあります。世の人は我を何とも言わば言え、我がなすことは我のみぞ知る。ここで勘違いしてはいけません。これは傲慢の言葉ではない。
責任を引き受けるという宣言です。誰かの拍手で自分の道を決めない。誰かの罵声で止まらない。その代わり、結果も孤独も自分が背負う。その覚悟は人間関係の縛りにも向けられます。龍馬の書簡としてこういう文言が残されています。義理などは夢にも思うことなかれ。身を縛られるものなり。義理を捨てろという乱暴な話ではありません。義理に使われるな。義理を理由に動かないことを正当化するな。大事なのは今何をするか、何を変えるか、そこに立つことです。義理やしがらみを断ち切った龍馬が最後に目指したもの、それは誰か特定の殿様が支配する国ではなく、誰もが議論できる国でした。慶応3年、夕ヶ生まれの船上、揺れる船の中で龍馬は新しい日本の設計図を書き上げます。世に言う戦中八策、政権を朝廷に返す、議会を開く、有能な人材を登用する、今の私たちにとっては当たり前の民主主義の原型が、この時たった一人の男の筆先から生まれたのです。彼は倒幕という破壊の熱狂の中で唯一冷静に創造の青写真を描いていました。幕府を倒すことがゴールではない。その後に来る新しい家をどう建てるか、その準備が整ったからこそ歴史は動いたのです。慶応3年、土佐からの建白を経て大政奉還へ。龍馬は武力衝突を避けつつ政権を返上させ、新しい枠組みに移る道を模索しました。そして奉還直後、薩摩藩邸で西郷隆盛に今後を問われた時の返答としてこう伝えられます。わしは世界の海援隊でもやりますかな。国の中だけで争う時代から世界に向けて働く時代へ。龍馬の視線はすでに次を見ていた。けれどその未来に本人は立ち会えませんでした。慶応3年11月、京都大宮で暗殺される。享年31。短すぎる生涯です。ですが、短いからこそ濃い、濃いからこそ今も残る。最後に、龍馬の言葉をもう一度私たちの足元に置いてみます。殻に閉じこもらず、洗い直す。評判に左右されず、責任を引き受ける。義理に縛られず、前へ出る。それは、時代が変わっても、簡単には色あせません。もしこの話の中であなたの心に残った名言があれば、ぜひコメントで教えてください。どの一行が刺さったか、それだけでいい。良ければ高評価も静かに押していってください。そして次回も同じように言葉が時代を動かした偉人を取り上げます。またこの続きをご一緒しましょう。